今回の研究テーマはマーメイドビギナーがやりがちな失敗ベスト3です。先日昔の動画を整理していましたら、なんと私のマーメイドスイムの最高の動画を見つけたんですよ。そこで当時の映像を見ながら、初心者が気をつけたいポイントに対して昔の私に辛口のダメ出しをしたいと思います。初心者がやりがちな失敗を3つ指摘します。ビギナーのマーメイドさんたちの参考になると嬉しいです。こんにちは、素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。別にね、長くやればいいってものではないですが、やっぱり一つのことを長く続けていますと、じわじわと上達していくものなんですよね。継続は力なりです。マーメイドスイムを始めて10年、私もそれなりに上達してきました。そして今の私が昔のスイム動画を見ると、もっとこうすればいいのにという足りない点に気づくんですね。でも当時は初心者だったからそれがわかりませんでした。ひょっとするとそれはビギナーのマーメイドさんたちに共通する弱点ポイントかもしれません。そこで当時の自分の泳ぎを振り返りつつ、ある意味辛口のダメ出しをいたします。そうすればマーメイドスイムにお悩みの方々に何らかのヒントになるんじゃないかなと思います。比較しやすいように今も昔も全く同じ衣装、手作りのマーメイドテールで泳いでいます。では2012年10年前の私と2022年現在の私のスイムをご覧ください。これが発見した昔の動画です。2012年の映像、10年前ですね。これどう見ても恵比寿のプールですよね。いつも人魚の学校が開催されている恵比寿です。室内の様子や鏡の配置を見ても恵比寿のプールで間違いありません。いやー、すっかり忘れてました。当時はまだ人魚の学校はなかったので、フリーダイビングの体験教室かな、時期的に言ってこの後ぐらいから別のフリーダイビングレッスンに3年ほど通ったので、おそらく体験レッスンですね。それはともかく、この映像をスローで見てみましょう。ビギナーがやりがちな失敗を3つ見ていただきます。まずダックダイブ。最初の角度はいいですね。でも潜った直後、体が斜めに入っています。ドルフィンキックをする以上、両足バラバラの B フィンと違って多少体は斜めになりますが、できるだけ水底に対して体を垂直に立てます。なぜこのようにビギナーが体が斜めになってしまうのかというと、水底を見てしまうからなんです。一つ目の指摘は、水底を見ている。水底を見るとどうしても体が傾きます。見るのは底ではなく壁です。海中だと遠くを見る感じです。もちろん下を見て岩とか障害物がないか潜る前に確認するのは大切なんですが、確認後は下を向かずに壁方向を見ます。斜めになるとエネルギーロスが大きいですから、水をかいて余計な筋肉や酸素を使います。だから長く潜れないんですね。ダックダイブはストーンと頭から真っ逆さまに落ちるような潜行を目指してください。若干潜水時間が短いようですが、これだけ動いているので仕方ないかもしれません。次は2013年9年前です。タイのサムイ島で泳いでいる映像です。海水の浮力があるにしてはまあまあ深くまで潜れてますね。海の中でも笑顔で笑っています。これはいいですね。ビギナーの方は緊張感で真面目な顔で潜りがちです。もし余裕が出てきたら笑ったり歯を見せて笑顔で泳ぎましょう。水中で口を開ける練習もしておくといいですね。二つ目の指摘。耳抜きが遅い。少し耳抜きのタイミングが遅いようです。この当時の私は耳抜きが失敗しやすくて、時々耳が痛んだりしてました。内耳の体液が出てしまって、翌日耳がゴソゴソ言うのに悩まされていました。大抵のビギナーさんは耳抜きするのが遅いです。自分が考えるよりももうちょっとだけ早く耳抜きしましょう。早め。もっと言えば海面に浮かんでいる時点で一度耳抜き。潜り始めた直後に耳抜きと最低2回は浅い水深で行ってください。
耳抜きが遅れるとバルサルバ法で力任せに耳抜きをしがちなので、最終的に耳を壊してしまう可能性があります。できれば今後海で深く潜りたい人魚さんはバルサルバ法ではなくフレンツェル法の耳抜きをマスターしてください。その方が鼓膜に優しいんですね。耳抜きの様々な方法はこのあたりの動画で一つ一つ丁寧に解説しています。ぜひチェックしてみてください。慣れれば耳抜きはそれほど頻繁にやらなくても大丈夫になります。耳が自然に抜けやすくなるからです。大切なのは潜る回数です。数をこなせばいつの間にか耳抜きを自然にできるようになります。無意識に耳抜きができるようになるまで何度もひたすら練習しましょう。続いてプールの練習の風景です。バックフリップでの先行トレーニングをしていますね。当時はとにかくゆったり泳ぐことを一番気をつけていました。自分の動画を撮影してみるとわちゃわちゃせわしなくてなんか溺れてるみたいなのが恥ずかしくて嫌だったんですね。どうもいろいろ慌ててやりすぎなんですよ。マーメイドっぽい動き、水に慣れていて水中で生きるのが当たり前みたいな自然な泳ぎをするためにできる限りゆっくり泳ぐことを心がけていました。はい、ゆっくり泳げていますね。なかなかいい調子です。でも3つ目の指摘をします。膝パタパタキックです。膝から下だけ折り曲げる動き、パタパタと膝下しか動かさないドルフィンキックは特に初心者の方がやりがちです。これだと大きな推進力が得られませんし、水の抵抗も大きくなります。だからバタバタしたせわしないスイムになりがちです。それでは潜水距離も大して伸びませんし、潜水時間も短くなります。これね、なぜ起こるのかというと、大腿筋と腹筋、背筋が使えてないんですね。体全体をしならせるための全身の筋肉が発達していないからです。特に女性のマーメイドにありがちな動きです。どうしても女性は筋力が足りないので、動かしやすい膝パタパタのちょこまかしたキックになってしまうんです。この膝パタキックの改善方法ですが、肩から背中、背中から腰、腰から太もも、太ももから膝下へとゆっくりでいいので順番に筋肉を意識してください。最初は意識的にどこを動かしているのか自分の体の動きを観察します。何度もやっているうちに無意識のドルフィンキックができるようになります。私もね、泳ぎ疲れてくると膝パタやっちゃうんですけどね。まとめます。初心者がやりがちな失敗。1、水底を見て先行。2、耳抜きタイミングが遅い。3、膝パタパタキック。以上3つ気をつけてくださいね。マリダイバーさん、頑張りましたね。教えてくれる先生も仲間もおらず、たった一人でマーメイドスイムを練習していたのだから、これは上出来です。よくできました。なんてね、偉そうなことを言ってしまいましたが、私もまだまだ勉強中です。もっともっと練習が必要です。今はたくさんのお仲間の人魚がいて、素晴らしい人魚の学校の先生に恵まれ、本当に良い環境で学ばせていただいています。一人も気楽かもしれませんが、同じ趣味を持った方々と楽しく切磋琢磨しながら技術を磨けるってとてもありがたいことです。今回は10年前のスイム動画を一緒に見ていただきました。この10年後に全く同じ場所で人魚の学校に通うことになるとは、不思議なご縁を感じます。今後も私自身学びを続けながら動画制作も頑張っていきますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。ではまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。